今日の奇跡。こんにちは、谷口と申します。今日はですね、車が与えられたっていうですね、そういう奇跡の体験をお話しできればというふうに思っています。今からですね、かなり前の話になるんですが、北海道でですね、教会の働きをさせていただいていた時がありました。3年間だったんですけど、釧路っていうところで、とにかく最初はびっくりしたんですね。大変で、何かっていうと雪が降るわけですね。で、車を運転するんですけど、路面は凍ってしまいますし、マイナス何十度になってですね、一日中マイナスの気温だったりですね、とにかく最初はびっくりして、楽しかったんですけれども、いたんですね。でもですね、例えば北見とか帯広とか毎月いろんなところに車で行ってですね、活動してたんですね。でその時に路面は凍っていますから、峠を越える時とかでスリップしたりですね、またズルズル滑ったりヒヤヒヤしたことすることが何度もあったんですね。でこれはこの 4WD の車が必要だなと思うんですけれども、でもお金ありませんし、これ無理だなと思ってですね、なかなかお祈りしなかったんですね。でもやっぱり危ないですし、また子供も生まれてですね、これはお祈りしようと思いまして、神様にですね 4WD の車を与えてくださいっていうですね、祈り始めたんですね。である時この日曜日の教会のね礼拝の用意をしてて、お知らせを作ってたんですけど、その時にすごい強い促しが突然やってきたんですね。それは何かっていうと、車が与えられるように、祈ってることをお知らせに載せろっていう思いだったんですね。ですぐ私はそれをね打ち消したんですね。なんで打ち消したのかというと、牧師がお祈りしてて、それが答えられるかどうかまだわからないんですね。でもし答えられなかったら、教会の方々がですね、牧師祈ってたのに答えられないよってですね、かっこ悪いと思ったんですね。ですからとんでもないと思ってですね、黙っとこうと思って、それで祈りして、黙ってお祈りして、それで答えられた暁にはバーンとですね、証ししようと思ってですね、それまでは黙っとこうと思ったんですね。だって結果が分からないですからね。で、そう思ったんですけど、その時にそれをねちゃんと教会の人たちにオープンにしろって、そういう思いが来たんですね。で何かというと祈りが答えられるっていうことを教会の皆さんと共にね、それを分かち合うっていうことがね、何か重要なことだっていうことをすごい迫りがあったんですね。でもねやっぱり葛藤があるんですね。かっこ悪いですね、答えられないとですね。しかも車なんて来るわけないと思ってましたから、だからね戦ったんですけど、でもねやっぱりこれは神様導いてんじゃ乗せた方がいいってことでお知らせに出したんですね。4WD の車お祈りしてますね。で具体的に出した方がいいと思ったんで、新車あるいは新車のような中古車で、子供もいたからタバコの匂いなんかでしない中古車とかですね、あと大きい車、荷物たくさん積んでいくので、それと荷物が積むところが大きい車とかね、いろいろ書いたんですね。それで「えい!」ってね日曜日に発表しましたら、皆さんがね本当に喜んでくださって「祈ります」ってことでね、それで出してよかったなってね、祈りの大きなバックアップを受けたなって感じでですね、みんなでお祈り始めたんですね。そしたらその週かその次の週の夜に突然電話がかかってきたんですね。で出ましたらこう言われたんですね。車いりませんかって。それまで車いりませんかって言われたこと初めてだったんで、最初何のことかよく分からなくて「って、それはいりませんか?」って「いりますよ」ってね、そういう話になったんですね。で聞いてみたんですね。どうして私に車をくださるんですかって言ったらですね、その方がこのお仕事の関係で車を購入する機会があったと。でも自分は持ってるから誰かにこれ検品しろっていうことかなと思ったそうなんですね。で、あの人かなこの人かなって考えた時には、私のことなんかですね全く考えなかったそうなんですね。ところが、祈ってないことに気づかれた。でお祈りしてみようとその方お祈りしたら、
私の顔が出てきたって言うんですね。で車いりませんかっていう話になったんですね。でもう大喜びしてですね、嬉しくて、だって祈ってたことの答えですからね。それで車がこうやってきたわけですね。で教会の方々とねびっくりしたんですね。その車は4WD の車だったんですね。でステーションワゴンっていうタイプの車ででっかい車だったんですね。しかもピカピカの新車だったんですね。それに荷物のスペースがでっかいんですね。調べてみたらそのステーションワゴンのタイプのいっぱい車があるんですけど、いろんな種類がですね、一番その荷物を積み込むスペースが大きい車だったんですね。それでその車に乗ってこう冬の峠でもどこでもね安心して本当にその車が活躍したんですね。で祈りが応えられるんだね。で神様は私たちの必要を見てくださってるんだ。それで最善を与えてくださるんだってことですね。その時私も体験したし、教会の人たちも一緒に体験したんですね。で本当に素晴らしい体験をですね、そのことを通して私たちは見ることができました。今日はですね、聞いてくださってありがとうございます。ではまた。